女性は誰でもいつも美しく見られたいもの、まして女優さんだったら大衆の前でいかに美しく見せるか、魅力的に見えるかに日々研究と努力を怠らず、それぞれこだわりを持っています。韓国では美容整形もその一つの手段に過ぎず、日本ほど抵抗感がないのは周知の通りです。整形したとカミングアウトした芸能人も少なくありません。こうした美への研究と追求への努力、こだわりが変な方向に走ってしまい、批判を浴び、むしろ反感を買ってしまった女優さんたちがいます。外見にこだわりすぎた韓国女優参戦。それでは、どんな女優さんたちが、どういう変な方向で外見にこだわりすぎて批判を浴びてしまったのか、エピソードとともにご紹介していきましょう。イタヘ。一人目は、外見にこだわりすぎのゆえに、批判の量が最もすごかったイタヘさんです。イタヘさんは、2002年 MBC ドラマ純粋青年パクジョンチョレでデビューし、2005年 SBS ドラママイガールのちょっと崩れた詐欺師役でブレイクしました。エデンの東、ジュノ、ミス・リプリー、アイリス2、ホテル・キングなど人気ドラマに多数出演しています。学生時代、デビュー当時、出演したドラマのたびにどんどん顔が変わっていき、整形しているのではと、疑惑がずっと囁かれ、本人も整形したことを暗に認めました。度重なる整形で顔が変わってきたことで、印象がそれほど良くはなかったところに、一番注目され、非難の的になったのは、2010年の KBS の朝鮮時代のアクション時代劇、チュノのヌヒョンニョン役です。時代劇で、かつ貧しい環境の設定なのに、いつも鮮やかなチークとピンクの口紅をし、華麗で完璧なメイクアップをしていました。真冬に、ガジカンな手を自分の息を吹きかけて温めようとするシーンでも、綺麗なマニキュアを塗っていたのが見つかっています。イタヘさんは、マニキュアについては、照明の関係で爪が光ったと釈明しましたが、時代にそぐわないという視聴者の批判は止まらず、オンニョン役が民兵だという声まで上がりました。民兵は、漢字では民兵で、直訳すると、民衆の弊害になる人、簡単に言うと、多くの人に迷惑をかける人という意味です。韓国人は日常生活で人に迷惑をかけるという意識はほとんどありません。民兵迷惑なやつというタイトルをもらったのはめったにない不名誉なことなのです。オンニョンという役が主人公の2人の男性から一心に愛を受けるのにどんどん周囲を死なせてしまうという迷惑なキャラクターだったことも重なって民兵オンニョンと呼ばれてしまいました。チュノのドラマ自体は、チャンヒョクさん、オジホさんの主演で、平均視聴率 32% を得て傑作と称賛されましたが、イタヘさんにとっては、視聴率が高かった分、かえって批判の声も多く、良い印象を残せず、悔いのある残念な作品となってしまったのです。この後に出演した2011年 MBC ドラマミス・リプリーでも監獄に閉じ込められた主人公が病院で生死をさまよう時や刑務所から出所する時でも華麗なメイクアップをしていて視聴者を再び呆れさせました。ホンスンアー。二人目は外見にこだわりすぎで違和感が衝撃的だったホンスワさんです。ホンスワさんは2003年ファッション雑誌の専属モデルとなり、芸能界で活動を始めました。空くらいちくらい、愛しの訓示をギョプ、大王の夢などのドラマに出演し、一時は舞台を中国に移して活動し、韓流のスターとして人気を得ています。ホンスワさんもデビュー時、出演したドラマの度、中国からの帰国時と全く顔が変わってしまい、整形疑惑がつきまといました。ホンスワさんは中国で活動するのに制作サイドからリクエストがあってしたと堂々と整形したことを認めています。ホンスワさんが最も視聴者に衝撃を与えたのは KBS の時代劇大王の夢です。白木時代の設定にもかかわらず
中世の西洋のウェディングドレスを着ました。大王の夢は2012から2013年放映され、時代劇俳優と名高いチェス・ジョンさん主演の三冠統一を描いた歴史大作です。ホン・スアさんは時代劇には不釣り合いな濃いスモーキーメイクをいつもし、整形手術を隠すために濃いメイクをしているのではないかとも批判がありました。さらに、愛する恋人の胸で息を引き取るシーンの想像上の婚礼式で、西洋式のフリルの袖の華麗なウェディングドレスを着たことで、批判を爆増させてしまったのです。あまりの違和感に、ストーリーに入り込めない時代交渉をきちんとしているのか、想像上の婚礼式とはいえ、時代的な雰囲気が崩れてみるのに耐えないと、多数の非難を浴びました。ホン・スアさん自身は、全く自覚がなく、そのウェディングドレスの写真を自分の SNS に載せたりしています。ドレスの批判が高まると、KBS の制作側は、ドレスはホン・スアさんが準備したものであり、時代背景にそぐわないと反対したが、ホン・スアさん側が譲らず仕方なかったと釈明。ホン・スアさんも自分の SNS で制作側は反対していたが、役に愛情を持つあまり欲が出てしまった。私の責任と反省のコメントを出しました。クヘソン。3人目は外見にこだわりすぎと指摘を受けた時に全く反省の態度がなく、さらに批判を高めてしまったクヘソンさんです。クヘソンさんは学生時代、インターネットのガンソールちゃんで2002年コマーシャルで芸能界にデビュー。19歳の純情、王と私、最強チル、花より団子、ブラッドなどのドラマに出演。映画監督、映画制作もし、その多彩ぶりを知らしめます。けれども、ドラマ、ブラッドで共演し、2016年に結婚したアン・ジェヒョンさんとの2019年の離婚時に、相手を非難する泥仕合の集大で、すっかりイメージが悪くなってしまいました。クヘソンさんが外見にこだわりすぎで批判を浴びたのは SBS の時代劇王と私です。時代劇にもかかわらず当時存在しなかった黒目を大きく見せるためのサークルレンズをしていました。2007年放映の王と私は個性派俳優オ・マンソクさんが主人公の朝鮮時代の王朝劇です。視力が悪くてコンタクトレンズが必要なわけでもないのに、朝鮮時代には存在しないサークルレンズをつけて黒目を大きく見せるのは不自然だ。ドラマに集中できない。役者の資格がないなどと視聴者から抗議が殺到しました。クヘソンさんは眼科の検査で焦点が合わない上、平均より視野が 15% ほど広く、治療は不可能と診断とされた。仕方なく焦点矯正レンズを着用している。美容目的のサークルレンズではない。レンズ着用のせいで役者としての資格がないと言われたくないと弁明しました。これで一旦美容目的のサークルレンズ使用への抗議は静まったものの、眼科医の斜視を矯正するための色付きのレンズは存在しない。視野が広いのも正式に認められた症状ではない。クヘソンさんが使用したのは美容目的のサークルレンズのようだ。という証言で嘘がバレてしまいました。クヘソンさんは他にもありえないのに右脳が左脳の倍の大きさであって、私は芸術に向いている。実際には油絵科のない高校の油絵科を受けて不合格だったなど多くの虚言が明らかになっていて、嘘つきのレッテルが貼られています。王と私以前にも2009年 KBS の人気学園ラブコメ花より団子で貧しい環境なのにブランド品を多数着用しておかしいと批判を受けたことがあります。クヘソンさんは批判のあった靴をトンデムンで1万ウォン約1000円で購入したと説明しましたが、実際は約10万円のクリスチャン・ブルタンの靴だったという変な方向への外見へのこだわりと嘘つきの実績を作ってしまいました。まとめ。あまりにも変な方向で外見にこだわりすぎで批判の矢を受けた女優3人のイダヘさん、ホン・スアさん、クヘソンさん、
3人とももともと外見が悪いわけではなく、そのままでも十分魅力的なのに、変な方向で外見にこだわりすぎの挙句、かえってイメージダウンしてしまいました。時代交渉を考えなければならない時代劇や、現代劇でも貧しい環境に置かれていたり、病人の役は素顔に近いメイクアップをしなければならないため、少しでも美しく見せたい、素顔を見せたくないと願う女優さんにとっては、抵抗感が多いのかもしれません。けれども、役にふさわしいメイクアップをして好感を得ている女優さんたちも多々います。変な方向にこだわるのではなく、正しい方向にこだわって、早くイメージを回復できたらいいですね。